先日、視聴者の方から非常に貴重な情報が寄せられました。それが、イエローハンドの存在です。今後登場するかもしれないグラブパックの新しいハンドですが、最新のチャプター5の情報と照らし合わせると、その可能性が一気に現実味を帯びてきました。今回は、このイエローハンドとは何なのか、そしてどのような機能として登場するのかについて、詳しく考察していきたいと思います。誰もが見落としていた情報。まずは、今回の考察のきっかけとなった視聴者コメントをご紹介します。イエローハンドなんですけど、同糸の最終決戦の場所の真ん中のクレーンの下に落ちてる手のやつって、形と大きさが牢獄の裏にある巨大ブルーハンドと同じなんですけど、今までにいなかった黄色だったんですよね。このコメントにある巨大ブルーハンドとは、チャプター4の監獄エリアに登場したオブジェクトのことです。ちょうどリモーンがいる場所で、被験者の孤児たちが列車で運ばれた後、棚と呼ばれる収容区画へ、キューブ状の部屋を押し込むための仕掛けだったと考えられます。巨大な手は青だけではなく、赤い手も確認できます。この色の構成から、これらの手はクラブパックのブルーハンドとレッドハンドをモデルにして作られたものだとわかります。プレイタイム社らしいデザインであり、研究部長エディの遊び心や、当時の開発思想が垣間見える部分でもあります。そして、この巨大なハンドは、視聴者コメントの通り、同糸の戦闘エリアでも確認できます。クレーンの真下に落ちている巨大なハンド。その色は、これまで登場していなかった黄色でした。このイエローハンドこそ、チャプター5で登場する可能性が高い新しいグラブパック機能の伏線と見て良いでしょう。では、なぜこんな場所にイエローハンドが置かれているのか。なぜ、これが伏線と考えられるのか。ここからは、実際の現場を見ていきながら検証していきます。工事現場。同糸の戦闘エリアに設置されているあの巨大なクレーンは、明らかに工事現場を思わせる構造になっています。この工事を担当していたのはワレンバッチ社であり、ライリーの日記にも、喜びの時間の当日になっても作業員が現場に残っていたことが記録されています。つまり、この工事は事件発生の直前まで続いていた未完成のプロジェクトだったと考えられます。さらに、この工事現場は監獄エリアやラボのすぐ近くに位置しています。付近には搬入トラックや作業車両が放置されており、これは外部との往来が頻繁に行われていた証拠です。これらの車両が残されている状況から、地上と地下深くにある工事現場をつなぐ専用の車両用道路が存在していた可能性が高いとわかります。何を建設していたのかははっきりしていませんが、巨大クレーンを設置するほどの規模であった以上、プレイタイム社が相当に大きな計画を進めていたことだけは確かでしょう。巨大なイエローハンド。では、肝心のイエローハンドとは一体何なのか。結論から言うと、これはクレーン車が巨大な磁石で金属を持ち上げるために使うエレクトロマグネットクレーン。電磁式クレーンの一部だと考えられます。電磁式クレーンは、建設現場やスクラップ工場でもよく使われる装置で、通電すると強力な磁力が発生し、鉄材をまとめて持ち上げることができます。小学生の頃に砂鉄を磁石で集めた経験の、その巨大バージョンをイメージすると分かりやすいでしょう。クレーン下のイエローハンドは、ワイヤーが切れた状態の真下に落下していることからも、手の形をしたクレーンの磁石部分である可能性が非常に高いです。これを踏まえて、この現場の作業工程を想像すると、工事中に発生した大量の鉄くずを、この電磁式クレーンで吸着し、銅位が潰された粉砕機で細かく砕き、ベルトコンベヤで運んだ上でトラックに積み込んで地上へ搬出していたのでしょう。粉砕機のすぐ隣にクレーンが設置されている配置や、ベルトコンベヤが敷かれていた構造からも、この作業工程が自然に浮かび上がります。つまり、巨大なイエローハンドは、セーフヘイブンの追悼のポピーの間に描かれていた工事現場の舞台そのものを表すオブジェクトであり、おもちゃ同士の争いによってワイヤーが切れ、現場に放置された残骸だと推測できます。この設定は、おそらくチャプター4の企画段階から練られていたものでしょう。実際、工事現場で争ったであろうおもちゃたちの惨状は、公開されているコンセプトアートにも描かれています。ハギーの手。チャプター5のティザー映像や、公開された公式画像の中には、意味深なハギーの手が繰り返し登場しています。ラボ内部と思われる手術室のショットでは、左手がそのまま床面に放置されており、左腕を失ったハギーがここで処置された可能性を示唆していました。しかし、その後のショートティザーでは、同じ左手が吊るされた状態で映されており、まるで左手が複数存在しているような演出が見られます。ただの遺留物にしては強調が過剰であり、明らかに意図的に見せている構図です。では、なぜここまでハギーの手を印象的に描く必要があったのでしょうか。チャプター5のゲーム説明には、
新しいグラブパックの機能が登場すると明記されています。もしその新機能がイエローハンドであるとすれば、ラボに置かれた黄色いハギーの手は、その存在を示唆する視覚的な伏線として配置されている可能性があります。公式がリークした工事現場に残された巨大なイエローハンド、ラボ内で確認された黄色いハギーの手、これらだけでは根拠として弱いと感じる方もいるかもしれません。しかし、実はこのイエローハンドの存在は、もっと以前から公式資料に示唆されていました。公式ストーリーブックには、明確にイエローハンドという名称が記されており、その説明には、プレイヤーを宙に浮かせる機能があると書かれています。これはパープルハンドの挙動と一致していますが、ゲーム内で実際に実装されたのはパープルハンドの方でした。一部のファンはこれを誤記と考えています。しかし、モブサイドから誤記だという公式発表は一度もありません。私自身、日本語版と英語版の両方を所持しているので、それぞれ確認しましたが、英語版にもはっきりとイエローハンドと記載されています。では、本当にただの誤記だったのでしょうか。伏線を好むモブがこんな単純なミスをするでしょうか。私はストーリーブックの巻末に掲載されている従業員クイズが重要な意味を持っていると考えています。理由はあのクイズがあまりにセンスがないからです。悪口ではなく、モブにしては明らかに手を抜きすぎているのです。そもそもこの本はプレイタイム社に入社した従業員へ配布される会社の手引きという体裁で作られています。従業員向けの動画、ファンファクトリーを実写で制作するほど、モブはこうした設定のリアリティにこだわる会社です。その世界観において、従業員クイズはただの息抜きではなく、70点未満ならクビになると説明されている重要なクイズです。従業員が本を読み返すことを前提にしている以上、会社側が社員を洗脳する絶好の機会であり、本来ならローワンストールのような事例が増えないよう、会社を疑われないように、企業規則や会社のホワイトな面を出題してもおかしくありません。なのになぜそれをやらなかったのか。それはこのクイズが従業員向けではなくプレイヤー向けに置かれた仕掛けだからです。モブが見返してほしい情報を意図的に問題にしているのです。その中に出てくるのが、グラブパックのイエローハンドは何のために使いますかという問いです。回答は使用者を空中に打ち上げる。もしこれが本当に従業員向けのクイズなら、イエローハンドの説明がある56ページを見返したとしても、それは特別な講習を受けた一部の専門職しか扱わない装備であり、一般従業員には関係がありません。そんなニッチな情報を全15問しかないクイズに入れるとは考えられません。つまり、このクイズの狙いは間違いなく、イエローハンドに注目させることです。しかし、こうも考えられます。パープルハンドが実際に存在しているため、イエローハンドはボツになってしまったのではないか。実際に浮かせる機能は、グラブパック 2.0 プロトタイプのジェット噴射機能にあり、パープルハンドはそれのトリガーに過ぎません。つまり、イエローハンドという概念そのものはボツではなく、初期設計の名残だったと考える方が自然です。新機能では、イエローハンドは当初どのような構造、機能として想定されていたのか。ストーリーブックには、イエローハンドに使用者を宙に浮かせる機能があると明記されています。では、それをどのように実現していたのか、私は、その仕組みを磁力による同じ極同士の反発と推測しています。例えば、床面に N 極タイルが配置され、イエローハンドが N 極の磁力を発生させるとします。この場合、ジェット噴射を使わなくても磁力の反発だけでプレイヤーを浮かせることが可能です。これはストーリーブックの説明とも矛盾しません。さらに、磁力とイエローハンドは、工事現場の電磁式クレーンとも磁力という点でつながっており、辻褄が合います。チャプター5では、この極性の切り替えを使った新たなギミックが登場してもおかしくありません。鉄製の巨大オブジェクトを押し倒したり、スクラップの山から鉄だけを抽出するパズル、あるいはゴミの山に埋もれた鍵を磁力で探り当てる仕掛けなども考えられます。イエローハンドはただの没案ではなく、チャプター5で磁力系の新ギミックとして復活するための伏線だった可能性があるのです。最後まで動画を見ていただきありがとうございます。参考になった方は、ぜひチャンネル登録と高評価をよろしくお願いします。